京都の億万長者京極さんが久しぶりに東京へ出ていらっしゃり、今日は私たちにフグ料理をご馳走してくださることになりました。いやー、フグの味は原妙極まりないですな。味は濃厚なんやけど自然に柔らこう広がって何とも言えん甘みがありますわ。それに全然脂肪分がないというのが変わってますね。そこがフグの不思議なところさ。鍋に仕立ててもただの一滴も油が浮かないからね。純粋にタンパク質の分解したアミノ酸の旨味だけのようだ。へえ。それにしても京極さんがおっしゃる通り素晴らしいお味ですね。まあちょっとこれ見とくんなあれ。先週の週刊新報に載ってたんや。今関東で一番おいしいフグを食べさせるのは福花だろう。下関あたりでもめったに手に入らぬ最高のフグを使い、特に吟味された白子のうまさはまさしく日本一。この店の白子を食べずして白子の味を語るなかれ。ああ、ずいぶん自信たっぷりな書き方ですね。で、誰が書いたんだね。貝原雄山ですよ。ん？おお、あの貝原雄山が料理屋を新聞や雑誌で褒めるなんてめったにあることじゃないぞ。ちっとやそっとのフグでは驚かんわしもまっこと脱帽や。さすが貝原藩やな。いらっしゃいませ。おお、噂すれば貝原藩。ああ、京極さん。おお、四郎さん。うっとうしいやつめ、どこにでもしゃしゃり出てきよって。何？まあ今日のところはわしの顔に免じて一つ穏便に。いやー、貝原藩がこの店のことを書かれてるんでみんなしてやってきたんでさ。フグは関西が本場と言われていたのは昔のこと。最近では極上のフグは東京に集まるようになっている。やれやれ、困ったもんやな。何でもうまいもんは東京に集まってしまいよる。まあそう言わずに、さあ一杯行きましょいや、これはお気に。いらっしゃいまし。予約をお願いした正木ですが。はい、承っております。どうぞこちらに。どうもすみません。失礼ですが、貝原雄山先生ではありませんか？そうだが。まあ、なんて光栄なんでしょう。先生のことは以前から尊敬申し上げております。今日この店に来ましたのも先生が褒めておられるのを読んだからなんです。さあさあ、私どもも始めますんで、あなた方もここの店のフグをじっくりと味わってください。はい、いかがいたしましょう。まずフグ刺しから始めて、次に鍋というのは。この店のフグの白子は最高に美味しいってここに書いてあるんで、それを。実は私たちそれを食べに来たんです。これは困りましたな。実は今日は白子がないんですよ。そんな。白子がないんですか？白子が味わえぬとはフグを食べる楽しみが半減するな。申し訳ございません。何しろ今年は大変な不漁でして、フグ自体去年の半分以下しか取れないんです。しかも白子は例年ならこの時期を過ぎれば大きくなってくるのですが。う。そんなにフグの具合がひどいんですか？乱獲がたたったんと気候のせいやろな。しかし。がっかりだわ。ただ下関からの情報によれば、あと2週間もすればなんとかなるということです。白子はぜひその時にお楽しみいただければ。それがそうはいかないんですよ。私たち日本にはあと3日しかいられないんです。
ああ、私のお勤めの都合で中東に赴任しなければなりません。帰ってこられるのは5年先か10年先か。私たちフグの白子は食べたことがないので、日本を立つ前にぜひ一度食べてみたかったんです。貝原先生があれほど褒めておられるからには、よほど美味しいものに違いないと思いまして。こら貝原藩、責任を取りにならんといけまへんな。私が？そうや。このご夫婦は思い出になるような美味しいもんを食べようと先生のお書きになった記事に導かれてここに来なはった。そのお目当ての白子が食べられんでは殺生や。いやしかし。ま、そりゃフグの白子はうまいけど、それに似たような味でうまさもほとんど変わらないものは他にもあるじゃないか。本当にそんなものがあるんですか？ああ、あると思う。あさっての夜時間があったらご馳走しますよ。フグの白子に代わるうまいもの。本当ですか？よした方がいい。日本に悪い思い出を残すことになるぞ。何？これも何かの縁だ。私が代わりにご馳走しよう。貝原先生がですか？光栄ですわ。貝原藩、それはいけまへん。山岡藩が先にご馳走すると言わはったんやから、山岡藩にもさせてあげんと。あんたら幸せでんな。貝原藩と山岡藩が一緒にご馳走してくださるそうや。さて、どちらがうまいもんを食べさせるか勝負や。もちろんこのわしも立ち会わせてもらいますせ。今年はフグがどうかしちゃってるみたいだね。ここいらへんも全然取れないんで参ってるんですよ。やっぱりそうか。山岡さん、これが例のものです。これは見事なタラだな。それは最高ですよ。これなら富山まで来た甲斐があったよ。こいつをもらおうか。はいよ。山岡さん、タラなんか買って一体何をする気なのかしら。そしてその日の夜、貝原雄山が指定してきた場所はなんと美食クラブ。まさに貝原雄山の城です。なんだか怖いわ。山岡さん、ここが山岡さんの。あの正木夫妻のためじゃなきゃこんな家に帰ってきはしないさ。まあ、四郎様よ。お久しゅうございます。お待ちしておりまし四郎様だ。帰ってこられたんだ。若、お帰りなさい。お帰りなさいませ。ようみんな元気そうじゃないか。今日は中川さんから若が帰っていらっしゃると聞いて、みんな待ち焦がれてたんですよ。山岡さんがこんなにみんなに慕われてるなんて。何の騒ぎだ。さっさと持ち場に戻るんだ。京極さんの手前、場所をここにせざるを得なかったが、そうでなかったらお前みたいな汚らわしいやつを立ち入らせたりはせん。実に不愉快千番だ。こっちもだよ。誰が好き好んでこんなところへ来るもんか。中川、調理場を借りるぜ。はい。さあ、どうぞこちらへ。失礼します。
それではまず俺の方の料理を食べてもらいます。何ですかこれは。タラの白子ですよ。これがタラの白子。フグの白子がどんな味なのか知ってもらうためには同じ魚の白子を味わってもらうのが一番でしょう。この時期のタラの白子は大きく充実していて、フグの白子に劣らぬうまさです。鉢に入っている方は生のままです。フグと同じくポン酢と浅漬き、もみじおろしで食べてください。それじゃわあ、とろりと舌の上で溶ける。コクのあるお味ですわ。とても濃厚な味なのに後味が思いもよらずに爽やかだわ。これは確かにフグの白子に負けんうまさや。私もタラの白子は何度も食べたが、これほどうまいのは初めてだ。皿に盛った方は洋風に調理してみました。コンソメスープを温め、その中に白子を入れて軽く火が通った頃に取り出して、単純極まりないマスタードと溶かしバターのソースで食べていただきます。これはまた今のとは全然違う豪勢な味だ。フランス料理でもこんなに美味しいのは食べたことがないわ。これは見事な味や。火を通したというても中心までほのかにあったかい程度で生と変わらん。けどちっとだけ熱が加わっただけで味はえらい変わってしまう。はんなりとした甘みが出とるわ。コンソメの中で温めたと言ったが、そのコンソメの味が隠し味になって味の膨らみが増している。マスタードと溶かしバターのソースがこのタラの白子の持つ独特の風味ととてもよく合ってるんですね。ああ、山岡さん、ありがとうございます。フグの白子の味もきっとこんなにも豊かな味なんでしょうね。フグの白子がこれに近い味と分かって本当に嬉しゅうございます。いや、そう言っていただければ。何がおかしいんだ。なんと情けないやつだシロ。フグの白子を想像するのにタラの白子を持ってくるとはな。タラの白子はあくまでもフグの白子のまがいものでしかない。なんだと。現実に本物のフグの白子がない以上、別のもので分かってもらうしかないだろう。本物の味は本物の材料で表現しなければならん。フグの白子がなければそれに代わる本物の味を持ってこい。フグの白子に代わる本物の味だと。それじゃお前は一体何を持ってきたというんだ。中川。はい。それでは予定と違いますが。予定は変更だ。はい。はて。お待たせいたしました。昨べ下関で上がったトラフグです。この一匹だけは白子が十分に成長していました。何やて、フグの白子が手に入ったんか。それではフグの白子を食べられるんですね。さよう、正木夫妻にこの白子を召し上がっていただくつもりだが、それはあくまでも最後の付け足しとしてだった。だが予定を変更して今私が用意したものの前にこれを出したのは、四郎がタラの白子などを持ってきたからだ。私がフグの白子に代わるものと言ったのは、タラの白子のような味の劣る代用品ではない、フグの白子に代わりうる本物を意味しているんだ。私が用意したものがフグの白子に代わる本物の味を持ったものであることを理解していただくために、まず本物のフグの白子を食べていただこう。これがフグの白子です。へえ、さすがに真っ白で綺麗なものですね。それではまず小さな器の方から食べていただく。ポン酢ともみじおろし浅漬きを添えてある。あ、ずいぶん柔らかいんだな。タラの白さよりもっと艶やかな白さだわ。これがフグの白子の味ですか。ふんわりと軽く爽やかで上品極まりない。それなのに豊かなコクがあってまろみがあるわ。ほんまや。
まさに豊穣としか言いようのない味や。淡麗であると同時に生命力の炎も包んどる。これを食べるとタラの白子が似て非なるものだということを思い知らされますね。いやー本当にそうです。フグに比べるとタラの白子は生臭く味がべっとりと重いのがわかります。では次は白子を鍋で食べていただこう。鍋の中はあえて一切の出汁を加えていないただの白湯だ。白子は煮えすぎてはならん。真ん中がほのかにあったかくなった頃がちょうど食べ頃だ。これもポン酢ともみじおろし朝月で食べていただく。ほら役者が違うとる。山岡藩が持ってきはったタラの白子は極上ではあったけど、所詮タラはタラや。山岡さんには大変申し訳ありませんが、タラの白子からではとても想像できる味ではありません。もし貝原先生がこうして食べさせてくださらなかったら、私たちはフグの白子の味を。おい、モーツァルトのレクイエムの後半は彼の死後弟子が作った。まさに神業としか言いようのない前半に比べると後半は凡庸そのものだ。モーツァルトの音楽が何たるかを語るのに、一見似ているからといって弟子の曲を聴かせて一体何が語れよう。むしろモーツァルトの作品と同じ芸術的深みに達した絵画なり文学なりで語らせた方が正国を得ることが容易かもしれぬ。なるほど、ようよう分かってきた。モーツァルトの音楽と同じ深みに達した芸術言うたら何やろうか。中国は北宋寛容の政治家ルノワールの裸婦像か。その通り。本物を語るには本物をもってするしかない。フグの白子のうまさを代わりに語ることのできる本物をな。では私が用意したものを食べていただこう。中川。はい。待ってくれ。正木さん、明日空港へ向かう前に30分だけお時間をいただけませんか。フグの白子のうまさを語ることのできるものを持ってきます。未練だぞ四郎。もうお前は負けたんだ。大地正樹夫妻はすでにフグの白子を味わった。これ以上どうして代わりになるものを味わう必要があるのだ。そうや山岡藩、何もこれ以上ムキになって貝原藩に勝負を挑まんでも。正木さん、お二人が行かれるのは中東だと言われましたね。中東の国でも手に入るフグの白子の代わりになるものをお持ちします。いかがですか。ええ。中東でも手に入るんですか。ええ。ねえ、あなた。ああ。なんやら山岡さん、面白いことを思いついたようやな。どうやろ貝原藩、明日もう一遍改めて勝負ということでは。私は構いませんよ。四郎にどれだけのことができるか。負け犬の悲鳴を再び聞くのが関の山だと思いますがな。でも信じられないわ。本当に今注文したものがフグの白子と同じくらい美味しいんですか。ああ。そうなんです。はい。最上のものを明日の午前中に。はい。山岡さん、大丈夫。手に入りますよ。最上のものがね。なんやこれは。西洋料理やないか。フグの白子に代わるものというからには和風のものとばかり思っていたのに。なんでしょう。丸くて平らで、なんだかホットケーキを薄く焼いたみたい。まあ、とにかく召し上がってみてください。お、これはフグの白子そのものだわ。いや、フグの白子よりわずかに味が濃厚や。けどちっとも下びたとこはない。口の中でとろりと溶けて、なんともまろやかだわ。しかも少しもしつこくない。うん、
この味に気がつきおったか。しかし一体これは脳みそだ。脳みそ？そう、これは子羊の脳みそです。新鮮な子羊の脳みそにパン粉をまぶし、バターを使ってフライパンで焼いたものです。そうやったんか。いや、ここで食べる味は塩味だけで、これはすごい。これこそ本物の味や。フグの白子に匹敵する。しかも決して代用品やない。これが私が用意したものだ。国産のレモンをかけて食べていただこう。これをまた口の中にとろりと。フグの白子を思い浮かばせる味だ。コクがあってそれなのにすっきりしているわ。子羊の脳みそとほとんど同じ味だわ。これは子牛の脳みそだ。これに衣をつけて油で揚げた。やはり脳みそか。山岡藩も貝原藩も選んだもんが脳みそやった。確かにフグの白子に変わるもんとしてはこれ以外にないな。まああれだけヒントを与えてやれば脳みそを考えつくのも難しくはない。最初から脳みそを思いつかんようでは大きな口は叩けんな。正木さん、中東はアラブ文化圏。羊をよく食べます。羊の脳みそならどこでも簡単に手に入りますよ。ああ、それで子羊の脳みそで。山岡さん、これで中東での生活が豊かになります。貝原藩の選ばれたんは子牛や。最初からフグの白子に変われるものとして脳みそをお考えになった貝原先生は偉いですけど、山岡さんは中東で手に入りやすい羊を選んだところで挽回しましたね。これは貝原藩思わんところで一本取られましたな。肝臓が悪いのかな。どうも最近脇腹が重い感じがするんだよ。牛や鶏のレバーを食べるといいですよ。漢方では具合の悪い臓器と同じ臓器を食べるといいと言います。なるほど、山岡もたまにはいいことを言うね。あんまり当てにしない方がいいですよ。だって脳みそを食べてもちっとも頭の良くならない人がいますからね。待てこの野郎。一番高級な洋菓子店天使の夢。そこで働いていた坂村さんは社長の娘澄子さんと婚約していました。ところが坂村さんが突然お店を辞めたために2人の仲がおかしくなってしまったんです。なんとかしてあげられないかしら、山岡さん。店を辞めたのは何か訳があるはずだ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼお菓子と夢」お楽しみに。